こんにちは、日本語クラスです。こんにちは、日本語クラスです。今日はライブで日本のニュースをお伝えします。はい、それもこのニュースは本当にもう今日の新しいニュースです。はい、ですので、よかったら聞いてください。そして、ライブなので、もし今聞いてくださっている方がいらっしゃったら声が聞こえますというのを教えてください。よろしくお願いします。はい、では始めようと思います。ちょっと待ってくださいね。多分大丈夫かな。私の今携帯電話でも確認しているんですが、多分大丈夫かなと思います。本当に声が聞こえてたら大丈夫です、聞こえますと教えてください。今、結構聞いてくれてますね。ありがとうございます。はい、聞こえますメッセージお願いします。あ、大丈夫ですってね。ありがとうございます。シャンカーさんかな。ありがとうございます。じゃあ、私、ニュース読みますが、皆さん、いいですよ。どんどんメッセージ送っていいですからね。せっかく今、ライブに来てるんだったら、何ですかね。自分の国のこととか、今日のニュースについての国のこととか、ライブで送ってもいいし、はい。まあ、後でね、このニュースは細かく、後で、また、このビデオを見るっていうこともできますから、せっかく今ライブにいてくれるんだったら、チャットできる人はぜひどうぞ楽しんでください。はい、シャンカーさんありがとうございますね。メッセージよろしくお願いしますね。こちらこそお願いします。では行きましょう。今日のニュースは、これです。ドン。はい。うわ、漢字。はい、漢字。今日は漢字をあんまり読み方を書いてません。だから国で漢字使ってるとか漢字はよくわかるって人は読み方をなんだっけこれっていうの、日本語の読み方なんだっけっていうのを考えながら見ると勉強になると思います。特に、今日偶然たまたまなんですけど JLPT の N2 レベル以上の漢字が、読解でよく出る漢字が今日出てきますので、テスト勉強してる人にもすごくいいと思います。はい、そしてもう今日のこの一番最初のタイトルも、JLPT の特に N2 から出やすいです。はい、出るって言っても読解問題によく出てくるんですね。テーマとしてよく出てきますこれ。はい、何でしょう。はい、自転車は簡単ですね。自転車なんとかになんとかお金ですね。はい、行きましょう。読み方はこれです。自転車違反に反則金です。はい、違反という言葉、これ JLPT 好きです。なんでかわかんないんですけど試験によく出ます。はい、読み方出る時もあるし、やっぱり読解問題で出てくることが結構多いなっていうふうに思います。問題見てると。はい、違反って何でしたっけね。反則って何だっけってね。でも金って書いてあるからお金なんですよね。なんとかのお金なんですね。そう。でもちょっと教えましょう。ここは言いますよ私。自転車の違反だから、反って言ったら反対ですね。反対で、これは違います、間違いですのことだから、自転車で何か間違えてる、つまりルールを間違えている、それはルールを守らないですね。自転車でルールを守らない人になんとかなんとかのお金だから、ルール守らないから悪い人ですから、お金払ってください。あなたはダメです。悪い人という意味です。はい、反則金。はい、でした。もう分かりましたね。ですから今日のニュースのテーマはこれです。これ本当に今日出たばっかりのニュースですよ。ね。はい、自転車でルールを守らない人はお金を払ってくださいね。ダメですよ。というニュースです。はい。ってね。皆さんの国ではありますか、自転車のルール。ヨーロッパだと結構厳しい国ありますよね。
でも日本はね、あんまりないというかなかったんですね、今まで。はい。ですが、できました。ついに。はい。行ってみましょうか。皆さん。じゃあ、ね、今日の話は、1ページ、2ページ、3ページ、あとちょっと4ページです。はい。ちょうどこう色が塗ってあるのは JLPT で大事ですよという言葉ですね。はい。ね、それも今日は漢字の読み方をあんまり書いてないです。はい。ですので、なんだっけってね、テスト勉強してる人も考えながら聞くといいです。あと、内容、話が結構大事ですね、これ。日本人の私というか、日本に住んでるみんなに大事だし、日本に旅行に来た人も自転車と事故に遭わないようにとか、もし会ってしまっても、自転車だからダメだとか思わないでください。車だったらよかった、保険金お金もらえたとかいろいろあるんですけど、自転車ももうとても危ないものになりました、日本で。ですので、はい、読んでみましょう。じゃあ行きましょう。すごい、みんないっぱい聞いてくれてる。ありがとうございます。すごいすごい、読み方を書いている人もいる。素晴らしい。スレンドラさん、すごい。自転車違反に反則金で読み方書いてるじゃないですか。素晴らしい、素晴らしい。いいですよ。えはい。じゃあ行きましょう。まだ行きましょう。じゃあ1ページから行きます。さあ、読み方わかりますか？じゃあ行きますよ。自転車の交通違反に反則金を納付させる、いわゆる青色、ごめんなさい、青切符ですね。青切符による取り締まりの導入を盛り込んだ改正法が17日可決成立した。はい。ちょっと難しいかもしれないですね。ここにまず今日のテーマが書いてあります。はい。いきましょう。自転車の交通違反、さっきですね話しました交通、ルール、自転車を使って走るとき、道を走るときのルールを守らない人、守らなかったときに反則金という、ダメですというお金を納付させる。はい、これ大事です。納付という言葉も JLPT-N2 が特に好きです。よく出てきます。はい。どうしてよく出るんですかね。やっぱり生活でよく使うからだと思いますね。はい。やっぱりテストに出る言葉語彙ってやっぱりそうだなと思います。いつも見てると日本の生活で大事な言葉だからやっぱり試験に出るなっていうのがありますね。で、納付っていうと何だろうと思いますね。これでもお金をなんとかなんとかですからね、お金をなんとかなんとかだからお金を払わせるの意味ですね。そう、払ってくださいってこと。はい。それも納付と言ったら、これはよく使うのは税金、タックスです。タックスを払ってください。タックスはコンあのコンビニでパンを買いますってお金払いますと意味違いますね。税金のお金を払いますって国に払いますね。国に払う時っていうのは納付っていうちょっと難しい言葉を使います。こっち。うん、でもコンビニでパンを買う時にコンビニに納付します。コンビニに100円払いますっていう時に納付、パンを納付しますとか言わないです。パンのお金を納付しますは言わない。税金を納付って言います。国に払うってこと。だからこの反則金というダメですよ、あなたはルール守らなかったからお金払ってくださいというのは、これはちょっと税金のイメージでいいです。はい。で、実際これ反則金というのは国にやっぱりすいませんでしたっていう意味で払うお金です。で、それもこの交通違反のこのどのくらいルール守らなかったかのレベルがいろいろありますね。
もちろん自転車乗ってて誰かを殺してしまったとかだったら反則金じゃないです。そういうのじゃない。じゃなくて軽いルール、ルールをちょっとだけ守らなかった時にすみませんのお金が反則金というそうです。はい。でもっと重いのはこの後出てきます。重いお金っていうのは後で出てきます。はい。じゃあ行きましょう。で、お金を払わせる、何々させる、いわゆる、はい、大事ですね。これね、知ってる人はいいと思います。とてもいいです。いわゆるは、これは意味何ですか？はい。何いわゆるは、つまりの意味です。はい。だからじゃない。つまりですね。イコール、イコール。この説明書いてありますね。何々何々です。説明です。イコール B です。みたいな。A イコール B という意味です。いわゆるは実は N1 によく出てくる言葉、語彙です。これはですね、文法問題とかでも出てきます。問題でも。はい。ですので、つまりだなとか、イコールだなって思ってください。だから赤です。だから今日は、青は N2 の語彙。N2 によく出てくる語彙。で、赤は N1 レベルです。はい。で、青切符っていうんですね。だからこういうお金払ってくださいね。あなたは悪いことしましたからねっていう時ねに警察とかからもらう切符みたいなチケットみたいなものができるらしいんですね。でそれが名前が青っていう青。うん。でこの切符によるそれを使った取り締まり。はい、これは難しいですね。N1 レベルと思っていいです。取り締まりでもね大事です。はい、生活ではちょっと出てくる語彙、ニュースでもよく出てきます。取り締まりというのは警察が悪いことをしている人を見つけて、あなたは何々しましたね、ダメですよ、じゃあ一緒に警察来てくださいとか、そういうこと、そのやっていること全体を取り締まりって言います。ちょっと怖いですね。だからあなた自転車でルール守りませんでしたね、ダメですよ、何やってんですかそこの人、ピーピーピー止まってください、ピーピーとかね。ですいませんでしたって言って、あなたダメ、お金払ってくださいね、じゃあこの青切符はいどうぞって言ってチェックしてる。警察がチェックしてる。その全体の流れのことを取り締まりと思っていいです。警察がやることです。これね、取り締まりはね。で、取り締まりの導入。これは大丈夫ですね。これはもう N2 でもよく出てきます。導入、入れるですね。はい。新しく入れるって思っていいです。新しく入れる。この警察が調べること、チェックすることを新しく入れます。新しく始めますってこと。始める、新しく入れることを盛り込んだ。これは N1 と N2 の間ぐらいの語彙なんですが、でも込んだって書いてあったら何か入るんだなって思えばいいです。盛り込む、入れるでいいです。だから入れること。入れた、何入れた、どこに入れた？改正法。法だから法律の法ですね。はい、法律。改正。これは何ですか？大丈夫ですか？改正は N2 ですよ。N2 の漢字の問題で大好きですね。改正っていう漢字ね。読み方とかね。改正はもう一回新しく作り直す。そういう意味。作り直すの意味です。改正。はい。が17日。17日というのは今日です。5月17日、可決。これは決まったということ。法律が決まった。そして成立できたってことです。はい。法律を作るときよく言います。何々の法律が可決。可決というのは、政治家たちがこれよし作りましょう。はい、みんないいですか？賛成賛成賛成、はいはいはい、よしみんな賛成してますからよしやりましょうって言って、はい法律できましたっていう意味。
可決、成立した。よく使います、この言い方。だからニュースでよく出てくる言い方ですね。うん。ちょっと今説明長かったのでもう一回言いましょう。こういう青切符っていうのを警察が出す。あなたダメね。あなたにはい、もう青切符、プレゼント、悪いことしましたから、みたいな意味です。そのプレゼントというか、悪いプレゼントなんですけど、その警察がチェックすることが始まりますというのが書いてある。それが入っている新しい法律が17日にできましたというニュースです。はい。大変でしょう、皆さん。これ、できてしまったんです、この法律。もし、本当、日本で自転車乗る人ね、本当に気をつけてください。いきますよ、じゃあ、お金払わなきゃいけなくなりますからね。じゃあ、どういう時お金払うのっていうのね。はい、じゃあ行きましょう。改正法は、はい、説明始まります。じゃあ、ちょっと一回読みます、全部ね。改正法は、自転車が関係する事故が増加傾向にある中、車やオートバイと同様、交通違反に対して反則金を納付させる青切符を導入するもので、16歳以上を対象に適用され、113の違反行為が対象となる。はい。ってね。大丈夫ですか？えっと、そうですね、行きましょう。ちょっとこの辺は前の話を、こっちの話をもう一回別の言い方で説明をもう一回しているので、難しくないです。大丈夫。この改正法、新しくできた、新しくできたというか前からあったんだけど、もう一回新しくしたって意味です。改正っていうのね。改正したこの法律は、自転車が関係する事故が増加、増える傾向、増えていく、どんどん増えている傾向は10度ですね。もうこれ N2 ですよ。もう何も書いてないんですけどね。これ分からないとダメですよ。覚えるんですよ、皆さん。10度、そうなりやすいってこと。増えやすいにある中、そういうと、そうですね、今その状況です。そのシチュエーションの中に今いますの意味。だから簡単に言うと、自転車が関係している事故がどんどん増えていますっていう意味。どんどん増えています。今増えていてと言ってる。増えていて、車やオートバイと同様、同じようにですね。車やオートバイと同じように、何が同じようにって言ったら、自転車が同じようにって意味ですよ。車とかバイクとかと同じように、交通違反に対して、何の交通違反？もちろん自転車の交通違反です。自転車がルール守らないことに対して反則金、ダメです、お金払ってくださいを納付させる、警察がお金を払わせる、青切符を導入、新しく入れるもので、何々するものです。ここだからずっと長いんですけど、改正法は何々ものですって書いてあるってことです。ここは全部説明。改正法というのは何ですか？それはものです。どういうものですかと言ったら、ここに書いてあること。青切符を新しく入れるものです。青切符って何ですかって言ったら、その前に書いてある説明が。反則金を払わせるもの。いつですかって言ったら、交通ルール守らないとき。で、もっと細かく書いてある。だから、もうレベルが N2 ぐらいの人だったら、もう日本語ってどういう言葉、どういうふうにできてるかって分かってる人多いと思いますが、このように言葉が長い時は、どこで切れるかとか、
何々は何ですかっていうのを、分かんなくなっちゃったら探してください。改正法は何々ものですってこと。ものでっていうのはまた話が続くって意味ですよね。何々で、何々で、何々です。だから一回ここで切れてるから、改正法は何々のもので。で、わかる。どんなものって言ったら前をどんどん見ていけばいいんですね。はい。ちょっと説明今日長いですね。やめましょう。で、そういうもので、16歳以上を対象に適用され。はい。大事です。適用も、もうここは N2 ですけども、皆さんもう絶対わからなければいけないので、ここはマークしませんでしたが、N2。適用は使われるってことですね。何が使われるのと言ったら、16歳以上の人をターゲット、ターゲットというか、ターゲット、その人たちに使われる。何が使われると言ったら、これが使われる。改正法が使われるってこと。はい。16だから16歳以上ですよ。これ今 YouTube 聞いてくれてる皆さん16歳以上でしょ。だから日本でこれ自転車のルール守らなかったらもう適用されます。ダメですと言われます。あなた16歳以上でしょ。ダメ、ルール守らなかったから、はい、ダメです、お金払ってくださいとなりますという意味。怖い。私もこれになります。適用されます。15歳ですってダメですかね。警察に言ってもね、信じてくれないかな。ダメだね。はい、適用され、そしてそれも113の違反行為が対象となる。ってね。違反行為大丈夫ですか？アクションですね。ルールを守らなかった113パターンの悪いことが対象です。ターゲットです。という意味。113もルールあるんですかって。何それって思いますよね。細かいってね。何そんなにいっぱいありますかね。自転車乗って気をつけること。ねえ、ちょっと私も113は細かくは分かんないです。まだそこまでニュースに書いてなかった。だけど、次、じゃあどういう一番有名なダメなルールを教えて。何を一番気をつければいいですかっていうのを次いきますね。いや、ここ大事ですね。皆さん生活する時に大事なことですね。ここね。よし、いきますよ。頑張って読みましょうね。このうち。このうちもうちょっと言っちゃいます。このうちっていうのはこの改正法の中でっていう意味です。ごめんなさい。これだ。113の違反なこと。ダメ、あなたやっちゃっていうことの113の中で特にダメなことが書いてある。いきます。このうち信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しながらの運転など重大な事故につながる恐れのある違反について重点的な取り締まりが行われることになる。どうしましょう皆さん。これ私だけですか？やばいって思ってるの？皆さん意味わかった？ちょっと今だけちょっと見ようかな。みんなすごい一生懸命聞いてくれてるんですね。もうチャットメッセージ、ライブのチャットメッセージなんて送っている暇はないってね。聞くんだ説明をってね。明日から気をつけなきゃいけないからってね。いいでしょう。本当ですよね。113ダメですよっていうことがあって、その中で特に気をつけなきゃいけないのはここ。信号無視。これ大丈夫ですね。信号が赤の時は止まらなければいけないけど、いや私は急いでますから今、そして誰も何もないから行きます、私はごめんなさいと言ってしまうのは信号無視ですね。これもダメだし、一時不停止、これいいですね。これちょっとなんか JLPT に出てきそう。一時って言ったらその時ちょっとってこと。一時ちょっとだけ停止、
わかりますね。停止はね。停止だから止まるですよね。止まる、ちょっと止まる、でも不だから、不は何々ないの意味ですね。ない、ない、できないとかしないの意味ですね。ってことは、ちょっと止まらないの意味。ちょっと止まらない。いつですかってね。ほら、例えば大きな道路で車が走っていて、信号とかはないんだけど、ないからそのまま行ってもいいんだけど、ちょっと人が来た時に、人が入ってきたって危ないでしょ。自転車止まらなきゃいけないでしょ。でも、いや私急いでるからちょっとそこのおじさんどいてください、邪魔って言って、そのままビューって走っていっちゃう。そしたらおじさんびっくりして、ふわーって倒れちゃった。おじさん怪我をしますよね。でも自転車に乗ってた私たちがちょっと止まって、おじさんを先にどうぞ先歩いてくださいと言ってあげれば、おじさんは怪我をしなかった。それ、例えばそれで、そういうのは今までは車がそれをやるとね、車が止まらなかったりするともうダメですね。うん、みんなの国でもダメでしょ。でも自転車はあんまり細かいルールがなかったんですね。でも事故が多いんですよ、日本で今。こういうのもね。だからもうダメだと。車と同じ、自転車危ない、ダメっていうことでルールできてしまいました。いやーってね、できちゃった。私も気をつけなきゃ。だから、信号を守らないとか、止まらないで運転ずっとしてる、危ない運転してる人とか、携帯電話を使用しながら、電話で話しながら自転車で運転してる。もしもし、今 YouTube のポッドキャスト聞きながら、今コンビニ向かってんの、今自転車だよ。ダメ。今すぐ携帯を消してください。運転に集中してください。危ないですってことです。これ、車でもやっちゃダメじゃないですか、日本ね。車でも運転して携帯電話で話しながら運転してるのダメですよね。もう同じ車と。もうダメと。で、理由はいろいろあるけど、もちろん危ないし、あと音が聞こえないからっていうのもあると思います。イヤホンしてると周りの音聞こえないですよね。で、自転車だと特にイヤホンして自転車乗る人多いですよね。周りの音聞こえない。ダメ、もう危ない。もうだからダメ。で、そしてだからこういう運転ね、などなどなどエトセトラ、重大な事故につながる。重大は大きな事故につながる。大きな事故にもっともっとなってしまう。小さな事故のはずだったのに、もう周りの人がたくさん倒れるとか、その後車にぶつかるとか、誰か死んでしまうとか、そういう風になってしまう。つながる、発展していくってことです。つながっていく恐れのある違反。恐れっていうのは何々かもしれないってことですね。そうなってしまうかもしれない。それもかもしれないは悪いことが起こるかもしれないのことです。いいことは言わないです。例えば皆さんの、一番大事な友達が、もしかしたらあの子は来年結婚する恐れがあるって言わないです。どうしてあなた嬉しくないのって意味になります。そう。悪いことには言わない。いいことには言わないです。結婚する恐れがあります。よかったですね。おめでとうございます。言わないです。気持ち悪いです。恐れっていうのは悪いことがこれから起きるかもしれませんよっていう時の言い方。恐れ。N に読解でよく出てきます。やっぱりこれもう日本人が書く時とかにもよく使うし、ニュースとかでもやっぱりよく使うので、やっぱりテストに出るんですね。ただテストに問題として出るんじゃなくて、読解の中で書いてあります。そうなので知っていれば大丈夫。そういうふうになってしまうかもしれない、悪いことが起きるかもしれないってこと。だからそれって読まないでくださいね。恐れで1個ですからね。これ怖いことって思っていいです。怖いことが起こるかもしれない
ルールを守らなかったこと、こういうことについて重点的な取り締まりが行われる。だから警察がチェックします。こういう危ない大きな事故になりそうなことを警察がチェックします。ね、重点的なっていうのはチェック警察しますけど、これ113のルールありますよね。ダメですよっていうルール。全部やったら大変でしょ。警察官足りなくなりますから、特にこれについて警察はチェックしますよと。特に重く見てますってこと。これらをね。っていうこと。重点的。特に大切に考えるっていう意味です。重点的っていうの。これはN1、N2 どっちも出てくるんですけど、ちょっとやっぱり難しいので N1 の読解とかの方が出やすいかなと思います。重く見る、重く特に大切にとかそういう意味です。重点的ね。はい、次。行きましょう。読みます、一回ね。また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気及び運転について3年以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられた。青切符による取り締まりは交付から2年以内に施行される予定だ。はいです。今日はここまでですよ。頑張りましたね。あとちょっとですよ。皆さんもうちょっとしたら全部わかりますよ。よし、頑張りましょう。いくよ。またっていうね、このまたって日本語実はいろんな意味あるんですよ。またはね、これは、こっちに、こういうことがありますよという説明をしました。で、その説明にプラスという意味、プラスアルファ、前の説明にもう一つ足しますっていう意味です。はい。またってよくもう一度、もう一回っていう意味でまたっていうのもあるけど、読解とかこういうニュースの日本語の時はまたっていうのはそれともう一つっていう意味です。ここのまたはね。もう一つ新しい情報をあなたに教えますっていう時にこうやって使う。また、またこれまで罰則の対象外だった。はい、罰則 N2 の語彙でよく出てきます。罰則は罰ですね。ダメですっていう。それも国が決めたダメのルールですね。罰則の対象外、ターゲットじゃなかった、外ですね。対象じゃなかった自転車の手記。もうこれ見たれば分かりますね。お酒です。あなたお酒飲んだでしょう。そしておよびだからそしてプラスの意味です。お酒を飲んでそして運転しましたねあなたはというの。これについてもですね、3年以下の懲役。懲役って漢字がとっても難しく見えますが、もう意味はなんか分かりましたね。皆さんもどうしようってってね、もうこれがいい意味に見えないですよね。絶対悪い意味ですよね。そうです。罰則と懲役よく一緒に出てくる難しい言葉です。はい、罰則って国が決めたダメのルールで、これを守らなかった、ルールを守らなくて警察に捕まって、はいあなたはここにいてくださいというのが懲役です。はい。刑務所って言うんですけど、警察に捕まってもうあなたは悪い人、はいダメですって。はい、もちろん家族とも別々、はい、この中に入っていてください。で、その中でいろんな生活をするんですけど、であなたは3年間は警察の、刑務所というところで生活しなきゃいけませんというのが懲役と言います。はい。それも3年以下だから、
一番長くて3年ですね。3年間警察に捕まるんですね。うわーって思いました。まあね、そうですよね。まあお酒飲んでますしね。自転車でお酒飲んでて運転しちゃって、多分まあなんか事故を起こしたんですよね。まあ事故を起こさなくてもかな。これ多分お酒飲んでただけでもうダメですね。お酒飲んで運転しただけでもうダメ。はい。で、もちろん車だったらダメじゃないですか。で、それと同じ考え方。車で、運転する前にお酒飲んでるんだけど、運転しちゃった。で、それはダメ。懲役。それと同じ自転車。で、3年間捕まるか、またはそれか50万円以下、50万円より下の罰金。はい、お金払ってください。が設けられた。設けられたも大事な語彙です。言葉です。作られたの意味です。はい。だからお酒飲んで運転してしまったらもう3年間捕まる。3年以下捕まるか、50万円以下のお金を払ってくださいねというルールができた、作られたの意味です。うーん。車と一緒ですよね。設けられたっていうのはあと大事です。罰金が設けられるとか、設けるっていうのはやっぱり何かのルールが作られたとか、そういう時の日本語です。硬いフォーマルな言い方です。で、読み方もこれは N2 の漢字の試験に出る時があるので知ってるといいです。設けです。建設の建なんですけどね、全然読み方違う。設けられたね。はい。次。青切符による取り締まりは、はい、青切符を渡します。あなたはもうダメ。ダメですよ。お金払ってくださいってやつね。青切符による、警察のチェックは交付。交付というのは、これは法律の時使います。法律、こっちで書いてないですね。この改正法、新しく今回できた法律。この法律を実際に日本に住んでいる皆さんにこれは適用される。使います。皆さんはこのルール守らなければいけませんとみんなにも大きく発表したというか、発表は今日ねニュースでしちゃったんですけど、実際そのルールが使われるようになるって意味です。交付っていうのは。実際、ごめんなさい、違う。ルールを発表したでいいんだ。ごめんなさい。ルールを発表した。今回の新しいルールを発表してから2年以内。だから発表したから、今日からと思っていいかもしれない。今日から2年以内に施行される。施行も大事。施行っていうのは意味は使われるの意味です。実際に使います。難しい言い方だと適用します。使いますよってこと。このルールが本当になります。使われますっていう意味。いつからって言ったら、このルールを皆さんに発表してから2年以内に実際にこのルールが使われるようになります。その予定ですと言ってる。だからちょっと安心していいのは、もう発表されたと思うんですけど、実際このルールがもうできますと。はい、もうダメです、あなた。お金払ってくださいとか、これになるのは、今すぐじゃなくて、今から2年以内には、本当にこのルールがもうみんな守らなきゃいけないですよっていう意味。はい。だから、明日自転車でルール守らなくても、急にはこの青切符を警察からもらうことはないはずだけど、でももう2年以内にはもうなります。そうなります。日本はこうなります。新しいルール本当に使いますっていう意味です。はい。
だから2年以内って言ってるから、もうちょっといつか分かんないし、いやもうもしかしたら本当にすぐかもしれないし、だからもう本当に気をつけてっていうことですね。まあ国は本当にすぐにこのルールを使いたいと思うんですけど、やっぱり警察の人もまず数が足りてないかもしれないし、警察の人も実際どうやってこうチェックをするのかっていうのが、警察の人たちもいろいろどうやってやりましょうかって考えたりしなきゃいけないと思うので、すぐに取り締まりができないと思うんですね。だからちょっと時間が必要なんだけどあのこれは私もだし、日本に住んでてまたは旅行に来て自転車を乗るっていうのありますよね。ちょっとだけあの時も本当に気をつけた方がいいです。皆さんは日本語わかるんだし、でわかんない友達いたら教えてあげないと、その人たちも大変ね。なのでこれね、今日ニュースで言わなかったけど、本当に自転車の事故が本当に増えてるんですね今。あのお母さんが死んじゃったり子供が死んじゃったりとか、そういう結構大きな本当に悲しい事件とかも最近あったし、なのでもうダメだって言って国がもうやっぱりルール作ったんだと思うんですね。だから皆さん本当に気をつけてほしいし、日本でルール守らないで自転車乗ってる人がいたら、その人とあんまり関わらない方がいいし、みんなも事故に巻き込まれないようにした方がいいし、みんなの友達がルール守ってなかったら本当に教えてあげた方がいいです。本当にこう大変だから、外国人だからとか留学生だからとか関係ないはずなので、皆さん本当に安全に自転車乗りましょうね、という話でした。はい。ねえいろんなニュースありますね。あとは日本のお金がそろそろ新しくなりますとかね、そういうニュースもあるんですよ。楽しみってね。はい。あとはやつ LPT の勉強したいです。N2 です。N1 です。読む練習したい。聞く練習したいとか、はい。私の YouTube でありますよ。どうぞ聞いてください。あとはビジネス日本語もありますよ。はい。どうぞ。あとは読解の練習、やっぱりね、したい人いますよね。多いですよね。N2 読解と N1 読解は、私の YouTube じゃなくて私のオンラインレッスンの中でできますので、チャットは今リンク書いてあるし、その YouTube のチャットのとこに私のオンラインレッスンのリンク書いてありますし、あとでメッセージのとこにもリンク書いておきますね。で、私の Zoom レッスンというのも実はあります。ビジネス日本語を勉強します。はい、とっても楽しいです。難しいんだけど、文化がよくわかりますね。ビジネス日本語をやっぱりやってると。だし、もちろん、あの実際に皆さんが使えるように授業で勉強します。はい。今は、ビジネス電話やっぱりやってますし、あとはメールの書き方をやります。はい、どうぞやりたい人来てください。で、あとは会話の練習もやってます。はい、これも楽しいです。はい。あとプライベートレッスンもあります。こちらも皆さん勉強したいこと何でも私が教えます。レベルも N5、N1、N5 から N1 レベルまで、はい、どんな方でも一緒に勉強しましょう。はい、でこれは全部私のオンラインレッスンのリンクから見てください。はい、じゃあ皆さんのメッセージありがとうございます。そうイヤホンで曲を聴きながら運転するのは本当にもう気をつけた方がいいです。はい。なんでしょうね。やっぱり事故につながりやすいので、今メッセージくれた人いるんですけどね。はい。できるだけ本当にもう携帯は自転車の時は使わない。危ないから。事故が多いんです、日本で。本当に。なので、みんなが危ない運転してなくても、あなたもダメです、携帯使ってたからって言われたら、もう、はい、わかりました。すいませんって言って、じゃあお金払ってくださいって言われたら、はいしか言えないから、もう自転車もう運転することを楽しんでください。スマホバイバイね。はい。です。ということで、皆さんにとっていい YouTube ライブだったといいんですけどね。はい。じゃあ皆さん日本語また一緒に勉強しましょう。はい。じゃあ今日聞いてくださってありがとうございました。また勉強しましょう。